戦闘の監獄のリセットプレイやってくで。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。強敵とは言っていないと遭遇できるようになった。マップを見る限りもうすぐ最深部。今回はラストバトルに備えてアイテム探しを中心に。目標は全員分のダメージ緩和とブレス緩和。あとできれば所持品保護。前回は2階の透明壁があるだだっ広い部屋の途中で帰ってきたんやった。まずはそこのマッピング。うわぁ、なんだかすごいことになっちゃったぞ。初手から何をしてくれてんねん。回復役が2人とも落ちたので帰るほかない。けど明治葵ちゃんも寝てる。起きるまで歩き回って快適しちゃうとちょっと危ない。ルビーのスリッパで帰るか。このレベルになっても使うことがあるとは、備えあれば憂いなしだ。アイテム探しどころではない。ちゃっかりシーフあかねちゃんだけ無傷っていう。気を取り直して続き。帳尻合わせのクリティカル。また出直しだよ。今回はちゃんと覚えてて宝箱は開けんかった。今度こそ続き。2階だからか強敵には合わないね。ここは今、元々の3階相当のエンカウントになってる。説明の仕方が難しい。2階の探索終了。いつも通り何もなし。今日のところは1階のエレベーター周りだけ探索しとこ。この辺りね。これ以上先はラストに近づきつつあるな。今回の探索はここまで。ほな本格的にアイテム探し始めていこう。ガリバはもちろん地下3階。お、知らん敵。こいつも、いわゆる強敵かな。なかなかに硬そうな見た目。攻撃力も防御力も高そう。なおワンパン、強敵とは。持ち物いっぱいになったので帰還。アイテム探しはこれの繰り返し。スペルブラスター発動。何の掛け声なの？記念すべき10回目。今までのプレイ時間考えると10回って意外と少なく感じる。本日3回目のトラブル期間。虹のきらめき解除失敗。シーフお姉ちゃん首切り。そしてスペルブラスター解除失敗。あれ？全部。やっぱクリティカル耐性欲しいな。そういえば、期間戦でもジーンあったんやった。でも、実質4回目のトラブル期間。またしてもシーフあかねちゃんの首切り。しかしダメージ緩和が全然出えへん。前回はポンポン出たから、出やすいのかと思ってた。
欲しい時ほど伝聞やな。呪文抵抗率アップとかのちょっとした効果は順次合成していってる。あれは効果が累積するから上限さえなければいずれは 100% になりそう。あ、また知らないやつ。マスター忍者の超異種が隠密ってなんかあれやな。レベル1だろうがレベル13だろうが忍者は全員隠密なんじゃないの？なおワンパン、強敵とは所持品保護としたい保護付きの魔除け。この前の究極魔除けには勝てないまでもいい効果が揃ってる。これで所持品保護が一つ進んだ。気持ちアイテム、ライトシールド。よほどの効果ついてないと盾なんか持たへんやろ。おっと、またしても知らん敵やな。外見はかなり強そうだ。えぐい攻撃してきそうな見た目してる。鎖に繋がれし者とか隠密とか打天使とか、目撃例が少なくて、まだ名前ついてませんって感じでかっこいいんだけどね。なおワンパン、強敵とはファイターアカネちゃんがアークデビルに首飛ばされた。そこはプリースト葵ちゃんじゃないと。アークデビルの中にも分かってるやつと分かってないやつがいるんやな。さっきの打天使で強敵には全部出会ったっぽい。最後の空欄はさすがにラスボスでしょ。どんなやつやろうなラスボス。悪魔系なら村正ワンパンもあり得る。なおこの間にダメージ緩和が一つ進みました。気持ちアイテム、ミルダージュのコテ。原作5にあったな。外伝にも出てきたかな。あ、クリティカル耐性ついてる。ついてるけど、確か黄色からは剥がせへんかったよな。全滅すると消えるデメリットもあるし、即採用とまではいかないかな。せめて戦士ロード専用ちごたらな。持ち物いっぱいになったので帰還。平穏に持ち物がいっぱいになることって意外とないもんやな。最後に、拾った魔除けに所持品保護を付加。難しいと思ってた所持品保護の方が進んだ。パーティーの現状をまとめると、ファイターアカネちゃん、ダメージ緩和、ブレス緩和、所持品保護。サムライアオイちゃん、ダメージ緩和、ブレス緩和、所持品保護。シーフアカネちゃん、ブレス緩和、所持品保護、死体保護。前列なのにダメージ緩和なしか。レベルアップが早い分高い HP で無理やり耐えられる。プリースト葵ちゃん、ダメージ緩和、ブレス緩和、所持品保護、死体保護管理。ついでに麻痺耐性。回復役は倒れられると困るしね。ビショップアカネちゃん、ブレス緩和、所持品保護。アイテム欄開けておく必要があるから厳しくなりがち。明治葵ちゃん。全部なし。はぁ、ごめん、全然アイテム足りんかった。前から順番に揃えていくとそうなるか。とにかくこんな感じで、あとはクリアに向けてラストスパートや、次のパートでラスボス前まで、その次のパートでクリアが目標。最後までよろしくお付き合いください。ではまた次回。